リアリティバーチャルアプリはどんな感じ？収益化や配信方法を解説。リアリティってどういうアプリなのか、無料で楽しめるのかな？どんな VTuber がいるの？この動画を見ているあなたは、バーチャル配信アプリ、リアリティについて詳しく知りたいと思ってますよね。結論、リアリティアプリを利用して、YouTube の登録者を増やすためには有効なプラットフォームです。リアリティは気軽に配信者と交流できるおすすめのバーチャル配信アプリです。リアリティは日本のアプリであるんですけど、海外利用者の方が多く 90% を占めています。この特性を利用して、チャンネルに誘導する配信者も存在しました。この動画のメインでわかること、56万円課金され会社にバレないのか、56万円に対していくら課税されるのか、脱税したら警察に捕まるのか、また税金をゼロにするために経費で利益をなかったことにしてみよう。じゃあその方法はどうすればいいのか、過去に確定申告で YouTuber として節税できた経験から考察してみます。この動画を見ると、リアリティをインストールするかを判断できます。今日もビジネスとお金について考える個人事業主 YouTuber です。当チャンネルは無職ニートとして生活するために世の中のお金に関わる問題を解決していってるチャンネルです。親の扶養に入り、健康保険税の無効化、投資も年間100万円の利益を出して生活しています。リアリティアプリの利用はこんな人におすすめです。アイドルに憧れている。ライブ配信で収益化を図りたい。将来にプロ声優を目指している。趣味で動画配信をやってみたい。簡単にアバターを作成したい。顔出し、実名なしでライブ配信したい。リアリティアプリを副業として活用する人もいて、空き時間を利用してライブ配信をしている主婦の方や大学生も大変多いです。さて概要。リアリティアプリとは、リアリティとはバーチャル配信アプリであり、スマホ一つで簡単に誰でもアバターを作成し、ライブ配信ができるサービスです。アプリ内ではメッセージ機能やアバターを用いたビデオ通話も可能です。アップデートが最近行われて、LINE の要素が実装されています。利用料金は基本的には無料です。枠回りで回収できる無料ポイントでライバーを応援したり、知り合いのおばちゃんもリアリティで結婚していて、課金なしでもマッチングアプリのように交流ができたりします。ライブポイントと呼ばれる視聴者からもらったポイントは1ポイントイコール1円で交換できます。リアリティアプリは10代から20代の女性を中心に利用されている配信アプリであり、今では有名な VTuber も利用しているアプリでもあります。中には私みたいに男性も利用している配信者もいるので、男女関係なく楽しめるアプリです。はい、これからが話したかったことです。リアリティアプリで収益化する方法。まず、いくら稼いでいるのか、リアリティ配信者が YouTube で語っていました。このアプリに限らず、大きなイベントほど大きなお金が動きます。それは歌ステージ出演や有名 YouTuber とコラボ。そして共通してイベントに参加するメリットっていうのは、リアリティが会社の予算で大規模な宣伝をしてくれる。この宣伝をしてくれるっていうので大きいメリットがあります。このアプリ最大のイベントっていうのが V 立リアリティ学園。これが結構大きいお金が動いて概要欄に記載しておきますね。どういうアプリどういう比較なのか。配信アプリの闇。270円分課金された時の収益公開っていう動画にあります。タイトルの通り270万円課金されたようです。リアリティアプリ内で収益となるライブポイント1ポイントは1円。ライブポイントは課金コインの 20% が銀行に振り込まれます。つまり、じゃじゃみさんの手取りっていうのは動画でも語っていて、56万1682円。私だったら仮に自作自演で入手するためには300円の軍資金が必要ですね。1週間ブラック級並みに稼働して事前の根回しも含め56万円。皆さんはこれが多いと思いますか？適正な金額だと思いますか？コメント欄で教えてくれるとみんなに返信しています。還元率 20% に関しては配信アプリ業界は 10% から 20% 程度です。公式ライバーの事務所に所属すればそれ以上の還元率らしいですね。一方、YouTube の還元率っていうのは 70% めちゃくちゃ高いんですよね。だから、リアリティ配信者は知名度を高めたら YouTube に誘導してスーパーチャットでより高い還元率をやってます。賢いです。私も6000ライブポイントを振込手数料差し引かれた5824円が入金されました。注意点は6000ポイントに達しないと振り込まれない点。しかも1ヶ月の期限があるので、6000ポイント達成できなかったら、全ポイントでAmazon ギフト券2500円分でも良いでしょう。ちゃんと Amazon アカウントにも反映されていました。お金を稼いだからには確定申告の義務はあるのでしょうか？黙っててもいいのか？確定申告しなかったらペナルティはあるのか？警察に捕まってしまうのか？まずバレるかですね。スーパーチャット等の金銭っていうのは通常所得に振り分けられて、売上20万円以下の場合は申告不要です。税務署は数年間わざと泳がせといて、十分な証拠が揃って確信を持って調査にやってきます。副業がバレるのは、会社員以外の収入があると、他の住民税が上がり、経理部にバレます。
バレないようにする方法もあります。質問があれば返答しますね。じゃじゃみさんの場合、ライブポイントを銀行に振り込むには、マイナンバーカードの申請が必要なので、副業が会社にバレる可能性が高いですね。マイナンバーについて、年間の報酬額、合計が5万円を超えた場合、マイナンバー確認の連絡がグリー株式会社からメールにして届くらしいです。つまり自動に5万円を超えたら自動申告されます。税金が不自然に増えて経理部にバレますね、会社の。黙っていればどうなるかっていうと、追徴課税や、捕まったりはします。追徴課税とは税務調査で申告漏れや無申告が発生した場合、本来の納税額との差額を支払うことを意味します。最大2倍の税金を求められます。捕まるのは1億円ぐらいのね、巨額脱税をすると捕まります。売上が大きくなる転売ヤーとかは1億円の売上になる場合があります。大半は会社規模で一般人には調査は来ません。ちなみに調査に来る確率っていうのは、事業規模の大きい法人が調査されやすく 3.2%、個人は 1.1%、つまり100年に1回くらい来るかな、ぐらいのレベル。さあ、ここが面白い。じゃじゃみさんは56万円はいくら課税されるのか、サラリーとおっしゃっているので、本業が会社員、つまり副業なので雑所得扱いが一般的です。会社員の所得金額が330万円以下なので、所得税率は 10%、住民税、社会保険料、年金のトータルの税金だと 30% くらいかな。結論、56万円に課税される金額は16万8504円と予想します。所得税以外は来年に反映されるので、その年にかかる税金 10% だとしても5万6000円はその場で没収されます。この16万円の税金をゼロにする方法もあります。税理士 YouTube チャンネルヒロ税理士で解説されている節税できるのは誰という概要欄を貼っておきます。活動にかかった費用を経費にすれば56万円の利益と相殺できるんですよね。YouTuber 配信者として活動していればなんとみんなが住んでいる家賃も経費にできます。他に経費にできるものは、通信費用、動画編集のパソコン、VTuber だったらライブ通知の制作費用、ウェブカメラ、場合によってはカメラの精度が高いのが必要っていうことで iPhone を経費にできたり、経費を最大限活用できれば56万円の利益をなかったことにもできます。しかし忘れていけないのは、経費で相殺したってことは手元の現金を減らしてしまっているっていうこと。家賃や Wi-Fi 通信などの絶対使っているものを経費にすることを原則に考えましょう。リアリティアプリ機能の紹介をさらっといきます。リアリティアプリ最大の特徴は何と言ってもスマホで簡単にアバターを制作してライブ配信ができるということ。従来であったらバーチャルは自分専用のアバターを制作するだけでもかなり時間とお金を用意していたんですけど、アプリは小学生や機械に疎そうなおっさんでも利用できます。ライブ配信中は視聴者側から3つのアクションを行います。ライブ配信中、その3つ。まず、ハート。入場したら、ハートを押すと、で、ポチってる。プレゼント送ってみましょう。はい、虹が出ます。メッセージ。こんばんはって言ってます。視聴者側がアクションを起こすと、ライブ中の画面にテキストが表示されるようになっており、それを見て配信者が反応する仕組みです。そうそう、このようにコラボ機能やチャット機能で配信者同士で交流もできます。リアリティアプリでは複数人でライブ配信することもできるようになっています。最初一人でライブ配信するのはちょっと不安だなっていう人は友達2、3人で配信を始めてみて、トークに慣れてきたら一人で配信してみるといいでしょうね。ファンを得るためにはどうすればいいでしょうか。というのも、課金の総額っていうのは、リスナーの経済状況、つまりお金を持っている人が何人ファンが多いか、お金を持っている人が多いほど課金される総額は多くなるっていう計算ですね。リアリティアプリでライブ配信し、より多くの視聴者やファンを得るためにはどうすればいいか。トーク力と同じくらい声の質も重要になってきています。声に親しみがあったり、聞き心地の良かったりするとかなり視聴者も滞在時間が長くなります。逆に声の質がいまいちだったり、聞き取りにくかったり、雑音が多かったり、音楽を直接流しているオーディオインターフェースを使って聞こえなかったりすると、滞在時間っていうのは10分の1くらい、もうパッと来てパッと帰るぐらいになっちゃいますね。リアリティアプリの登録方法、スタートガイドも軽く触れておきます。リアリティアプリの登録方法は主に4ステップあります。まず、アプリをインストールする。その後に SNS のアカウントと連携する。そしてアバターを作成するプロフィールの設定を行います。プロフィールは何も書かなくてもいいですけど、捨てアカウントとか、適当なアカウントだと見られる可能性が高い。この人誰だろうって、YouTube やってるんだっていうリンクがあるんだったら、そこを押したら活性化して、そこ
でファンを開拓している、リアリティにいるユーザーを収集して自分の YouTube に誘導しているっていう人もいます。アバター生成では主に5つのパーツを自由に変更ができます。それは髪型と眉毛、服装、肌の色とかですね。その他、プロフィールに関してはあなたが YouTube 活動してるんだったらリンクを貼り付けておくと誘導ができます。リアリティライブアプリの配信方法。ライブ配信方法としては主に3ステップ。中央にあるライブをタップ。配信タイトルを設定する。設定しなくても OK。赤い配信するっていうボタンをタップで終わりです。簡単でしょ？配信をやめる場合は×をするだけ。私たち VTuber が行っている OBS の設定から配信工程を比較すると、機械音痴のハゲたおっさんでもできる簡単な仕様です。スマホで表示されるアバターを YouTube にするためには、スマホの画像をパソコンに転送する必要があります。今、スマホの画像をパソコンにやっています。これはね、A-Power Mirror っていうソフトを使っています。これ過去に解説している動画があるので、今出ている画面の上にあるね、そこをタップすれば見れると思います。概要欄にお伝えしておきます。リアリティアプリと Twitter の連携方法。これが一番重要で、SNS アカウントの連携はセーブデータのような役割を果たしています。銀行を振り込むには SNS アカウントがログインコードとなりますからね。アンインストールしたり、機種変更しても SNS 連携していればデータの移行も必要もない。すごく簡単です。で、主に Twitter、LINE、Facebook、Google、ちなみに注意点で、サブアカウントを作っていて頻繁に切り替えを行ったりするとリアリティ運営からマークされます。Twitter が凍結されているとログインができないので他の SNS と組み合わせると安全です。まとめに行きます。じゃじゃみさんでも会社員をしていてリアリティの専業で生きていくのはやっぱり無理の様子です。アルバイトや会社員の空き時間で配信をしている人が大半で、たとえトップ配信者でも人気を維持するのに新規ファンが来るために挨拶ばっかり。私としてはすごく退屈ですね。私の意見としては、リスナーはよくこんなくだらないのよく見るのなーって思っちゃいます。言えない。今回なんで学びもない知識、こっちに利益があるってわけでもないのになんで真面目にリスナーは見るのか考えてみました。人気の配信者に名前を呼ばれたい、投げ銭して褒めてもらいたいという承認欲求のゾンビと化してるんじゃないかな。会社員生活をして死んだ目の魚のようになんとなく息をしていて電車に乗ってくるおっさんがいるけど、私もこんな風になるのかなって思っちゃったりしましたね。人に褒められるのが麻薬のように快感なんですよね。普段褒められることがないから。みんなに褒めてもらいたいから、ママの集会ではマウントの合戦、名門の出身とか高級車を維持してるとか、年収がいくらとか、ここで動画を視聴されてる人っていうのは、今日より明日の生活を良くしようって自分の取り巻く状況に向き合ってる賢い人なんです。他の人を嫌ったりライバル視しても、相手が自分より下になるかっていうとならないんだよね。もう時間の無駄なんです。自分成長して、他の人と比べるんじゃなくて、昨日の自分と比べる。そしてあなたが配信していて無視されたりバカにされたりしてもそんなこと言う人っていう人に限って何もやってないおっさんなんですよね。他には自分自身を信じ続けるっていうね、自分を好きでいるっていうことが必要です。他人からどう思われるかっていうのは関係ないんですよね。こんなこと言ったら嫌われるかなとかバカにされるかなってそんなの関係ない。配信文句を言ってくる無名のおっさんっていうのは自分が配信してるわけでもないし、配信してそんなに人気者でもない。しかも自分より考えてもないような頭の悪そうな人が言ってくる。自分より知識と経験に劣る人間がなんだかんだ言ってきても散歩中に吠えてくるワンちゃんと一緒なんですよね。散歩してたらワンワンワンって、なんか吠えられてるなって。いやなんで吠えてくるんだよこの犬って怒ったりしないでしょ。他人をバカにする人が一番苦痛に感じるのは相手にされないこと。だから無視してください。自分の主軸として生きているんだから他の人と比べるんじゃなく過去の自分を比べていく。では皆さん遊びも仕事も全力で楽しんでいきましょう。本日はありがとうございました。動画でお目にかかりましょう。それではごきげんよう。